こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はお洋服の超断捨離ということで、徹底的にお洋服の捨て活をやっていきたいと思います。いよいよ夏が終わろうとしていますが、季節の変わり目の今こそ捨て活が測るベストタイミングなんですよね。最近はもったいないの気持ちが勝ってしまい、お洋服の捨て活はなかなか踏ん切りをつけれずにいましたが、少数精鋭のクローゼットにするという私の夢が叶うまであともうちょっとのところまでようやく来れている気がするので、今回こそ手持ちのお洋服を厳しい目でチェックして本気の捨て活をしたいなと思っています。私の捨て活ルールもご紹介するので参考になったら嬉しいです。それではスタートです。夏もいよいよ終わりということで、今回服の見直しをやっていきたいと思います。外出用のお洋服はこちらに、そしてインナーや寝巻き、カバンなどはこちらのクローゼットに収納しています。着るお洋服は基本的に全てハンガー収納で収納しています。半分から手前側はこの夏今着るお洋服をかけています。で、半分からこちらは季節外のお洋服をかけています。手放そうかなと悩んでいるものもこちら側にかけています。で、今回の捨て活のルールをまず初めに決めておきたいと思います。まず一つ目は、着古したり傷みのあるお洋服は手放すです。昔の私はちょっと汚れたり傷んだりしてる服ももう全然気にせず、本当に五種を大事に着ていたのですが、結構見た目に清潔感がなかったなって今考えれば思うんですよね。傷みがあるものを取り除いたらすごく服の数を減らせましたし、きちんと感が出るので見た目にも大きな変化があったなと感じています。そして1年間着なかった服も手放します。特に夏服については今シーズン着なかったものはもう処分してしまいたいと思います。今まではいつか着るかもと思ってなかなか手放せなかったのですが、1年間着なかった服ってその先もなんだかんだ着なかったりするんですよね。心苦しいですが、今の自分を大切にする気持ちで手放していきたいと思います。そして着ていて気分の上がらない服も手放していきたいと思います。私、母や祖母のお下がりのお洋服をたくさん持ってるんですが、前回の捨て活動画ではお下がりのお洋服はちょっともやっとするお洋服も問答無用で残していたんですよね。コメントでお洋服を大切にしていて素敵ですねというコメントもいただいたんですけど、反対にお下がりのお洋服に固執してるようにも見えるなんてコメントもありました。最初はなんか私固執なんてしてないけどなって思ったんですけど、考えてみれば確かに私お下がりにとらわれてた気がするなとも思ったんですよね。もっともちさんの本当に好きなお洋服見てみたいですとか、もう十分お下がりは役目を果たしたと思うので無理に残す必要はないんじゃないですかっていうコメントもいただいて、それを見てちょっと肩の荷が下りたというか、もう別にお下がりっていうことにとらわれず自分の好きをもっと追いかけてもいいんじゃないかなって皆さんのコメントをいただいてすごく思わせていただきました。なので今回はお下がりっていうことは気にせず、もう純粋にその服を着たいかどうかで判断したいと思います。でもやっぱりお下がりのお洋服を自分で処分することはもう到底できないですが、祖母と母にお洋服を返すっていう位置づけだったらそれだったらいいかなって自分でも思えたので、今回自分の元からは手放してみようかなと思います。そしてちょっとでも迷う服は実際に着てみて考えるようにしたいと思います。服をただ眺めているだけではもったいないとか愛着があるとか気持ちばっかり優先になってしまって、本当に着ていてお気に入りって言える服になかなか厳選できないんですよね。ちゃんと実際に着てみて大きな鏡で客観的に自分を見た上で残したいお洋服なのか判断したいと思います。やっぱりお洋服の捨て活には全身が映る大きな鏡は必須でした。ということで前置きは長くなってしまいましたが、この4つのルールで今回もお洋服の捨て活を頑張っていきたいと思います。で、まず夏服から見ていきたいと思います。で、夏服なんですけど数えてみたらびっくりしまして、この夏着たお洋服、今着ている服合わせて12着しかありませんでした。で、12着の他にこの夏着なくてもいいなと思える服をとりあえず夏が始まった時にあらかじめなくても大丈夫か確かめるお試し期間として端に避けておいたんですよね。そしたら本当に着なくても大丈夫で12着で乗り切れちゃいました。これはもうなかなかのミニマリストなんだよと思っちゃいました。じゃあまずは夏服で取り除いておいたお洋服を見ていきたいと思います。取り除いていたお洋服、まずボトムスからです。2着取り除いておいていました。
一つはユニクロで買ったスカートなんですが、あんまり着たいなと思わなかったお洋服でした。まず若干色あせが気になるなと思ってたんですよね。でもう一個、ちょっと丈が短めなんですよね。丈が短いと足元のコーディネートがすごく難しくて、サンダルとか、スニーカーとかなら合わせやすいんですけど、例えば靴下を履いた時に中途半端になってしまって、すごくもやつくお洋服でした。いっそのことなくても大丈夫なんじゃないかなと思って、この夏端に置いておいたら本当になくても大丈夫だったので処分したいと思います。で、続いてはこれも祖母のお下がりのサマースカートです。実はもやっとしてたお洋服で、ちょっとウエストが大きめなので下がってしまって体にフィットしない感がありました。確かにこの色は好きで、お下がりだから大切に着たかったですけど、正直やっぱサイズが合わないっていうのはなんとなく着ていてテンションの上がらないお洋服だったので、今回は思い切って手放そうと思います。お下がりのお洋服はやっぱ自分では処分することは申し訳なくてできなかったので残すっていう判断をしてしまったんですが、ちょっと今回は実家に返そうと思います。これを手放すか手放さないかは祖母に任せようと思います。きっとね、祖母も自分ではもう着ないけど手放すこともしないんじゃないかなと思います。ということでこちらは手放したいと思います。続いて手放そうと避けていた夏物のカットソー3枚です。まず一つはユニクロの T シャツなんですが、そもそもあんまりこれお気に入りという感じで着ていなかったのと、ダメージが気になりますね。結構毛羽立ちが気になりますし、色あせた感じもあります。見た目にね、清潔感がちょっとなくなってるお洋服かなと思うので手放したいと思います。今見たらこちらはユニクロで2020年に買ったものだったので、なんと5年前のお洋服ですね。かなり長いこと着て役目も果たしたと思うので処分します。で、こちらはノースリーブのカットソーでインナーによく着ていたんですが、かなり毛羽立ちが目立つお洋服なのでこちらは処分します。私が高校生の時にこれを着ている写真がこの間実家で見つかりまして、あまりにも長く着すぎてるお洋服でした。今まで全然大丈夫じゃんって思ってたんですが、厳しい目で見るとかなり毛羽立ちがあるように見えるので処分したいと思います。これは物持ちがいいと言うべきか、毛羽立ちとか気にせずただただ着すぎてるだけなのかちょっとよく分かりませんが、服の数が減ってきてお気に入りが見つかったことでようやくこういう長くある洋服も勇気を持って手放せるようになった気がします。で、これもユニクロの T シャツですね。これも若干襟口とか色あせが気になるかなと思ったので、この夏端に置いておきました。置いていったら本当になくても大丈夫だったのでこちらは処分しようと思います。ですがちょっと秋が近づいてきて、今私の手持ちの T シャツって白色ばっかりで、ちょっと秋感を出すためにもダークカラー着たいなと思ったので処分すると決めていたんですが、この晩夏になってよく着るようになってきました。なので最後に残暑が終わるまでのこの短い期間に着て、それから処分したいと思います。これもなんと2020年に買ったもので5年間着てますね。大変長く着たと思うので、最後に何回か着てから処分したいと思います。で、1軍の12着の夏服も着古したものになっていないかチェックしたいと思います。まず長袖のトップスからですね。私年々冷え性が強くなってきまして、もう夏も長袖毎日必須になりました。なので計4着の長袖の羽織物を持ってます。でも夏にもたくさん着たんですが、春にも冬にも着れるものなのでオールシーズン活躍してくれそうなお洋服です。で、今年買ったこのジャケットはロペピクニックで買ったシアージャケットですね。薄いけれどしっかり冷房対策にもなるし、これ着るだけでおしゃれに決まるので本当にお気に入りでした。秋まで長く着れそうですよね。なのでこれは一軍なので取っておきます。こちらのシアーシャツも今年コラージュで購入したものです。寒い時にちょっと羽織れますし、持ち運びにも軽くて、これ着るだけでちょっとおしゃれ感が出るので、この夏大活躍でした。年中重ね着に使っていきたいと思ってます。で、こちらのグローバルワークのシアーシャツですね。後ろのタックのギャザーとかがすごく可愛くてお気に入りです。痛みもなさそうなのでこれも取っておこうと思います。
お手楽シャツって言われてて、アイロンいらずでお手入れ簡単に、こんなにピンとしたシワ一つない仕上がりなので本当に助かってます。でこちらの V ネックの長袖はシードレスという水着ブランドで買ったラッシュガードなんですが、普通に私服として使っちゃってます。これもね、何にでも合わせやすい大のお気に入りです。ちょっと引っかかりがあるところもありますが、まだまだ見た目には綺麗なので、これは取っておこうと思います。でトップスは今着ているものを合わせて3着持っています。こちらはすごく昔に母からのハワイのお土産でもらったものなんですが、ちょっともうそろそろやばそうですね。入り口とかが毛羽立ちが発生してしまっているようには見えます。どうしよう。いやすごい可愛いですけど、ちょっと気になる気がしますね。まだまだ着ようと思ってたんですが、ちょっとこれは手放し対象かなと思います。母からもらって10年ぐらい経ってずっと大切に着ようとは思ってたんですが、さすがに T シャツも寿命が来るので、寿命が来たと思ってここは潔く手放そうと思います。心苦しいけど、でもたくさん着たからこそボロボロになったんじゃないかなということで処分したいと思います。でこちらは今年購入したおめかしのレース T シャツですね。これは昨年もののお洋服で、どうしても着たくってフリマサイトでわざわざ購入したものでした。花柄がすごく可愛くて今年の第一軍でした。ちょっとお洗濯を結構ガシガシしちゃってるので、毛羽立ちがどんどん大きくなってしまってる気がしますが、これもねまだまだ着たいと思います。これは取っておこうと思います。でボトムスはアイバリーの2着ですね。どちらもまだまだ綺麗ですし、大活躍してくれる私のもう本当にお気に入りのボトムスなので、どちらも取っておこうと思います。でワンピースは3枚あります。今年購入したのがこちらで、実は友人の結婚式用に買ったんですよね。これもコラージュで買ったもので本当に可愛いんですよね。前が V ネック、後ろが U ネックになる前後 2way で着られるお洋服で、合わせ方によっては結婚式とかちょっとおしゃれなところにも行けますし、カジュアルにも着れるのですごく活躍してくれました。こういうオケーションの服も結局出番がないことが多いんですが、毎日のお洋服のローテーションの中に入れてガンガン着ちゃってます。もし痛みがひどくなって着れなくなった時にはまた新しく買ういい機会だと思って積極的に着たいと思います。でこちらは母のお下がりのワンピースですね。丈が短いのだけがすごく気になっちゃってて、正直どこにでも着ていく一丁裏かって言われるとちょっと違うんですけど、でもやっぱりすごく愛着があって、このレトロな雰囲気もすごく好きなので、今年の夏もたくさん着てたので、もうちょっと一軍に置いてていいかなと思うので、これはまだ一軍として取っておこうと思います。でこちらは GU のワンピースなんですが、ちょっと実はお洗濯したら変色が発生してしまって、裏側なんでそんなに目立たないんですけど、若干表も変色がちょっと感じられますよね。痛みと汚れが発生してしまっているお洋服なので、こちらは処分したいと思います。来年には新しいものを買いたいかなと思ってます。これはねまだ去年買ったものなので2年程度しか着てないものなんですが、服の数が減ってローテーションが早いので、回数としてはもうたくさん着たお洋服なので、しっかり着倒して寿命が来たということで処分したいと思います。ということで夏服はこちらの7着を手放すことにします。やっぱりミニマリストになってお洋服の回転が速くなったので、かなり傷みやすくなったかなと思います。でもその分手放すタイミングも分かりやすくて、旬なお洋服を旬なうちに着られて気持ちのいいクローゼットの循環になってるなと感じます。ということで今着るお洋服はこれだけになりました。もうこれはかなりミニマリストですね。びっくり。次はこちらの季節外のものを見ていきたいと思います。
秋冬物はこれから着ながら手放すことを考えてはいけばいいので、無理に捨て活はしなくていいかなと思うんですけど、今の時点で痛みが発生していたり、なんか着たくないなと思うものを手放していきたいと思います。ちょっと今回全部出してみようかな。クローゼットを空にしてみたいと思います。今着てる服だけ残ったんですけれども、いやめちゃめちゃ気持ちいいですね。すっきり。じゃあここから必要なものを戻しながら捨て活をしていきたいと思います。まずは春秋用のジャケットですね。ジージャンもテーラードジャケットも大活躍してるので、これは一軍として戻したいと思います。で、冬物のジャケットは4着あります。で、1個はインナーダウンで、私寒がりなのでこういうアイテムはすごい活躍するので取っておこうかなと思います。で、このピーコートも実は中学校1年生から着てるかなり古いものなんですが、まだ全然痛みとか見られず、結構私のお気に入りアイテムなのでこれも取っておこうと思います。で、これは祖母が私が会社員に入社した時かなにプレゼントとして買ってくれたコートなんですが、ちょっとね実は毛羽立ちが気になるんですよね。いやーどうしよう。すごく大切に着てたんですが、毛羽立ち感が気になるような気もする。迷いますね。ちょっと毛羽立ちがあるということは承知しつつ、かといって新しいコートにも出会わなきゃいけないので、一旦処分はしないけれども、この秋冬で手放すお洋服候補としては検討しながら過ごしていきたいなと思います。で、これは祖母のお下がりのコートですね。襟に本当はファーがついているものになってます。あったかくてすごく活躍してくれてるんですが、祖母のお洋服だからっていう愛着があるから気に入ってるっていう感じも正直あります。で、実はちょっとここの糸が切れてしまっていたり、手とかもちょっと汚れが気になってきてるので、これもね、この冬いいものに出会えたら、できたら買い替えたいなとは正直思ってしまいます。なので今コート2つあるんですけど、この2つともちょっと手放す候補として考えていて、この冬自分のお気に入りコートに出会えたらこの2つのコートを手放そうかなと考えています。なので今年の冬にはコート探ししてみようかなと思います。コートって高いですし、本当に長年新しいものを買えずにいたので、いい買い替えの機会が来たと思って新しいお洋服のお買い物を楽しんでいこうかなと思います。ということでコートはそのまま残していこうと思います。で、問題は夏以外のボトムスですよ。正直数えるのもめんどくさいぐらい今いっぱいあるんですが、ちょっと一個一個見ていきたいと思います。重たい。まず一軍から覗いていきたいかなと思います。このね、黄色と黒のスカート、これはお下がりなんですが、これは一軍として活躍しているので取っておこうと思います。で、このユニクロのオリーブ色のタックワイドパンツもすごく活躍してるし、もうきれいめにも着れるし、もう汚れていい時にもガンガン着れちゃうので、すごく大活躍しています。取っておきます。で、このからし色のスカートもですね、これも祖母のお下がりなんですけど、若干ちょっと痛みは発生してるかな。でもまだまだ活躍してくれてるので、これは取っておきたいと思います。で、ネイビーのスカートですね。これスリットが面白い感じになっててすごくお気に入りなんですが、これも祖母のお下がりです。これもね、私の持ってるトップス何にでも合わせやすくて大活躍しているスカートなので、これは取っておこうと思います。で、これも祖母のお下がりなんですが、何にでも合わせやすくて大活躍しているストレートのロングスカートなので、これは取っておきたいです。で、これもお下がりのスカートなんですが、ちょっと変わった鳥のデザインのインパクトがあるスカートです。これがね、私の体型にすごく合ってて、ちょっと派手だけどおしゃれに着こなしたいなと思わせてくれるアイテムなので、これも取っておきたいと思います。問題は残った4着のスカートですね。
でこちらのスカートはお下がりで、私が大学生の時から着ているスカートなんですよね。可愛いんですけど、もう10年以上一軍として着ていたので、ちょっとよれ感があるかなって思うんですよね。いやどうだろう、いやめっちゃ迷うな。ちょっとシワ感が否めないような気もするんですが、しかももう一つのスカートとかなり似てるんですよね。こっちの方が張りがあって見た目的にはすごく綺麗に見えるんですが、どうだろう、やっぱりシワ感が着古してる感は否めないですよね。こちらはもうすでに着古したくたびれ感があるので、似ているスカートも持ってますし、着ててもちょっと綺麗には見えなさそうなので手放したいと思います。とはいえお下がりのものなので、祖母の元にまずはお返ししようかなと思います。でこれもお下がりのスカートなんですが、丈が短いのがもやっとポイントで、実は去年もほんと1回ぐらいしか着なかったスカートです。なかなかやっぱ足元が決まらないですね、丈が短いと。今年の秋冬はロングブーツでも買って着こなそうかなとも考えてたんですが、そもそも私ロングブーツ履きたくないなというふうに思いまして、そこまでして無理に着てあげなくてももう十分たくさん着たのでいいんじゃないかなと思いました。なので自分の元からはちょっと手放すことにします。続いてもお下がりのスカートです。これもね丈が短いんですよね。丈が短いだけでかなり合わせづらいですよね。柄とか色はすごい好きなんですけど、ロング丈が気分の私にはどうも履く気がしなくて、ここ数年なかなか履けていなかったアイテムでした。今年はロングブーツ履いて着ようなんて話も前動画でしたんですが、やっぱりあんまり好きじゃないロングブーツをこのためにわざわざ買うのも違うなと思ったので、これは実家に返却したいと思います。自分の着たいお洋服を優先するってなると手放した方が自分にとって幸せかなと思うので、実家に返そうと思います。で最後のもやっとスカートはこちらなんですけど、なんでもやっとしてるかっていうと、色がすごく合わせづらいなと思ったのと、なんかおしゃれにはならないなっていう気がしてたんですよね。悪くはないけど、ちょっと鏡でも合わせながら、やっぱりこの緑がなかなかコーディネートが難しい色合いで、ちょっと手持ち服と合わせるのって結構大変なんですよね。何が合うんだろう、どうですかね。なんかこのスカートは悪くはないんだけれど、着てておしゃれだなとか着てて嬉しいなっていう感じにはならない、なんかそこそこなスカートなので、ちょっとこれは自分のクローゼットには入れておかなくてもいいかなと思います。せっかくお下がりで愛着がある気はするんですが、お下がりという理由だけにとらわれて自分の好きを優先できてない気がするので、これは実家に返そうかなと思います。いやちょっとやっぱりこの秋冬だけもうちょっとだけ悩んで決めようと思います。いやちょっと結構迷ってます。こう着ると悪くない気もしますよね。この秋冬もうちょっとだけ迷いたいと思います。ということで春秋冬物のボトムスは7着残して、こちらの3着は実家へ返そうかなと思います。続いては長袖のトップスですね。先ほど夏服として紹介した4枚以外に3着持ってます。でこの茶色のレースの長袖はちょっと毛羽立ちがかなり気になるかなと思って、もう結構7年ぐらい着てる気がするんですが、5年かな、もう着古したかなと思うので、こちらは処分しようと思います。こちらの長袖は結構無難に着てるかな。 GU で2021年に買った、結構古いアイテムなんですけど、まだボロくはない感じなので、これは取っておこうと思います。この長袖のチェックシャツも 4,5 年着てるかな。まだまだお気に入りなので取っておこうと思います。でまだ残ってましたね。これがネイビーのスーツですね。いやもう5年ぐらい着てない。いつか着る機会があるのかなとか思いつつ、
まだ取っておいている感じです。今会社にも所属してないんで、ただでさえ会社の時にも着なかったのに、今この状態で全く着ないんですが、祖母に買ってもらった大事なものなので、もうちょっとだけ様子を見たいかなと思います。自分で買ったものだったら潔く手放せるんですけど、もうちょっとだけクローゼットの端の方に置いておきたいと思います。ということで、シーズン外のお洋服の処分が終わりました。いや、かなり減りましたね。めちゃめちゃすっきりとしたクローゼットに減らすことができました。続いてこちらの棚を見ていこうと思います。まずこちらですね。こちらは会社に置いて膝掛けに使っていたかけるやつなんですが、会社辞めて持って帰って使ってないのと、あとなかなか毛玉がすごいんですよね。これはもう長年愛用して役目を果たしたかなと思うので、今回処分しようと思います。で、季節外のニットをこちらの白い箱に入れています。ニットについてはこの秋冬に着ながら残していくかじっくり考えていこうと思います。続いてカバンを入れているボックスを見ていこうかなと思います。ケユカのカバンを買ったので、サブバッグがそんなにいらないなと思うので、ちょっと減らしたいと思います。で、今までサブバッグはこの無印良品のジュートバッグに入れてたんですが、中がごちゃごちゃしてしまってすごく散らかってしまうので、平たい無印良品で買った箱に収納することにしました。こっちの方が取り出しやすくて整理しやすくて良かったなと思ってます。で、ジュートバッグは用がなくなったので処分しようと思います。このユニクロの袋も使ってないな。これも使ってないので処分します。で、この嵐のグッズの大きなバッグは大きな荷物を入れる時にたまに使ったりすることがあるので、これは取っておきます。このグッズの袋も取っておきます。で、この袋は何だろう、多分三脚かなんかの袋だと思うんですが、これ多分普段お化粧する時に使ってる椅子の袋だと思うんですが、使わないので処分したいと思います。で、このバッグですよね。7年前ぐらいハワイ旅行に行った時に可愛くて買ったカバンなんですけど、一切使ってないんですよね。お部屋のどっかの収納とかに使えたらいいのかもしれないんですけど、いや、めちゃめちゃ迷うな。可愛いんですよね。これはちょっとしまってないでどうかに使えるようにしたいですね。まだ決心つかないので取っておきます。で、またまた白色の手提げ袋がたくさん1、2、さらに4つ出てきました。これはね、シワシワなので処分したいと思います。ほぼ使ってないんだけどつい取っておいちゃうんですよね。なんかこれも収納に使えそうとか思っちゃうんですよね。可愛くて。ちょっとこれは綺麗なので取っておいて、袋1個ぐらいあると汚れてもいいやと思えて安心なので、いや、どうしよう。汚れがある方を処分したいと思います。で、ちょっと大きめな一つは取っておきたいと思います。でも着実に少しずつ袋の数が減っていますね。このサブバッグも結構ボロボロになってきたし、私のお気に入りのケユカのサブバッグがあるので、こちらも処分しようかなと思います。で、この辺は旅行用の圧縮袋だったりするので取っておくということで、必要なものだけ戻すと、これだけになりました。で、こちらを処分したいと思います。まだまだ踏ん切りがつかなくてサブバッグ結構取っておいてしまってるんですけど、少しずつ減らしていきたいと思います。最後にアクセサリーも見ていきたいと思います。あんまり手放しはしないんですが、こちらですね。GUで買ったネックレスなんですが、夏旅行に行ってったり毎日つけてるうちに色がちょっと黒く変色してしまったので、こちらは処分しようと思います。他は綺麗な状態なのでこのまま使い続けようと思います。ということで、これだけのお洋服を今回手放すことができました。今回も超大量で大満足です。
ユニクロの洋服は店舗のリサイクルに、お下がりの服は祖母に返す予定です。クローゼットも超スッキリです。そして夏服についてはついに憧れだった1軍だけのミニマルなクローゼットが完成した気がします。かれこれ3年間服の捨て活をコツコツ続けてきましたが、改めて感じることは、服の数が多ければ多いほどいいわけではなかったですし、反対に少なければ少ないほどいいというわけでもなかったということです。大切だったのは数ではなく、いかに本当のお気に入りだけで満たしてあげるかだったんだなと心から感じます。本当のお気に入りを見つけるってなかなか難しくはあったんですが、捨て活を通して自分の好みに気づくことができましたし、手放す苦しみを経験しているからこそ安易に適当な服を買ってしまうこともなくなり、少しずつどの服もお気に入りと言えるようになっていきました。おしゃれ度も我ながら上がったんじゃないかなとも思います。そしてクローゼットに入りきらないくらいたくさんの服を持っていた頃よりも、少ないけれどお気に入りだけに服を厳選した今の方が格段に手持ちの服に満足できていて、不思議と幸せを感じられています。まだ少し悩みが残るお洋服もありますが、この秋冬本気で向き合って自分の本当のお気に入りだけに厳選していきたいです。こうご期待ですね。それではご視聴ありがとうございました。後日談なのですが、本当に手放す前に後悔したくないから最終確認といろいろ着てみるうちにまた迷ってしまいました。手放すと決めたこちらのお下がりのスカートはやっぱり可愛いなって思えてきてしまって、結局残すことになりました。その代わり散々迷った挙句決断を先送りにした似た色のスカートは手放すことにしました。結果的により納得できる捨て活になったかなとは思いますが、潔く手放すって本当難しいですね。お洋服の捨て活はいつも未練タラタラです。ミニマリストへの道はまだまだ遠そうです。